どうも、トモソーヤです。前回動画はペルーにあるアマゾン都市プカルパの動画、中心部の様子や地元民との絡みや市場での刺激的な飯が見どころ。今回はプカルパからまさかの24時間かけて首都リマへ移動。リマ中心街の端から端までメジャーな観光地から危険地帯からグルメのことまで縦横無尽に動画をお届けしちゃいます。現在ペルーの首都リマに来ています。今回の動画ちゃんと広告もつけてバッチリね視聴回数も稼いでリマだけに儲かります。どうも儲かってない系 YouTuber ともさやチャンネルです。で今回のね動画なんですけど、ペルーの首都リマの観光動画です。ルールは至って簡単。地元民のおすすめの場所やおすすめのグルメの場所を事前にね聞いてます。自分が行きたいと思ったところを中心的にねなるべく1日で回れるように動画を作っていきたいと思います。なるべく1日で。ペルーのリマについては普通に大都会ですね。ホテルに関しては1泊だいたい1000円ちょっとぐらいかな。1000円ちょっとぐらいで朝食もついてるんで全然安い方なのではないでしょうか。男女共同ドミトリールームで部屋の中はねそんなに広くはないですよね。1900ホステルっていうのかな、名前。とにかくリマね想像以上に広いんで1日でね全部を回りきることは難しいかもしれないですけどちょっとねなるべく急いで動画撮影ねしていきたいと思います。では行っちゃいましょう。マジでこの宿屋上がかなり広いんですよ。ここでね DJ の人がね音楽ガンガン鳴らして普通にキッチンも広いし普通に50人ぐらいでパーティーとかもできるんじゃないでしょうか。ちなみに現在朝のね10時ですね。ちょっとね今日スラム街チックのような場所にも行くんでさっきにね携帯の写真とか動画バックアップしとこうと思ってね、万が一携帯とか撮られた時のために10時半ぐらいに出発したいと思います。やばい、もう普通に11時過ぎてもうた充電もね 90% ないし 87% か。時間もないし充電も満タンじゃない。昨日からねすごい韓国ブームっていうのがね伝わってくるんですよね。これも多分韓国系のねのイベントの準備なんですよ。ちなみに歩いてる時にこういうねデカめのバス停を見つけたらこういう時にちょっとね次の行き先のねバスのチケットの値段とかを聞いたりしてますね。でいろいろ聞いて比較して安いところでチケットを買うっていう感じかな。第一のスポットを到着してもうたがな。ここですね、ドラゴンボールの壁。ドラゴンボール大好きな人にとってかなりおすすめの場所。めちゃめちゃユニーク。だからめっちゃ怪しいホームレスみたいな人に捕まってたんやけど、やばい鳥山明さんかなこれ。やっぱり言うてきましたね。もうああいうやつほんまうざいんすよ。勝手にガイドして勝手に金くれ言うやつ。もう僕いつもねよくそういうのね言われた時はノートライゴディネーロソロエストイパセアンドって言うてお金持ち歩いてない、ただ散歩してるだけって説明してその場を切り抜けます。マジでこのピッコロのド迫力よ。これ悟空ご飯あんまり分かってないんよなドラゴンボールのこと。これキャラクター全部言えたらなかなかのドラゴンボールファンよな普通に。てかね携帯普通にひったくられそうなんやけど、目の前通るバイクとかそういう人らに長いんですよねこの壁。ほんでもってこういうところ来たらねやっぱねワクワクしますよね。中二病心かなりくすぐられるわ。僕の肌感なんですけどこの辺りちょっとね危険かもしれない。不老者がね1人だけじゃなかった。でね不老者がまた絡んできて結構近いんですよ。でガンガン言うてくるんでそれを見てた車に乗ってた人現地民が結構心配してくれて、お前大丈夫かみたいな、あいつはやばいから喋るなみたいなことを結構言うてくれましたね。後で気遣って大丈夫かみたいな感じのことを言ってくれました。でその後別の不老者がまた寄ってきて金くれみたいなこと言ってきて、ちょっと治安悪いかもしれんこの辺り。もうほんましょうもないけどマラカラカラスの次見てマンコスって書いてある。
いやごめん、ほんましょうもないな、ごめん。とにかく落書きがすごい。特に何かがあるっていうわけでもないと思うんですけど、一応やってきました。この場所説明しておきます。この場所の名前、上に旗があるマンコカパースクエアって言います。マンコカパースクエアって言います。まあなんかちょっと中学生みたいな感情になってますわ。すいませんすいません。いやほんまにガチっすよ。モニュメントはマンコカパーって書いてるでしょ。なんかすいません、ほんまちょっとね中学生みたいなこと言ってますわ。すんごいね、落書きも多いけどね、おしっこの匂いがほんまにプンプンする。ちょっと治安やっぱりあんまり良くないかな。でこの反対側にはでっかいね綺麗な教会があります。さあ気を取り直して飯食いに行きましょう。こういうの日本人めっちゃ好きですよね。そば飯、まさかのペルーでそば飯でチキンとかポテトとかあって、これで多分12ソルなんですよ。まあまあいいんじゃないですか。はい、確実にネーミングで選んでる自分がいます。レストランっておじいちゃん、ラーメンプラス焼きそばってもうそばばっかりなんて感じですよね。でこれがね巻きおじいちゃん、もうネーミングセンスバッチリよ。もうこの雰囲気ね中二病にはねそそりますよね。このねもうアニメの連鎖でね、メニューがねこんな感じあるんですけど安いんですよ。見て、で僕はねラーメンプラスカレーにしました。16ソルですよ。日本円で言ったら640円。海外でこの金額でね日本料理食べれるってねなかなかないんで、これはお得です。ただ味はもうね期待していません。味とかね期待したら負けっすよ、海外の日本食料理屋さんって。ラーメン来た。まあこのサイズですよね。このサイズ分かりにくいけどこのサイズ、まあ普通にあっさり系のラーメンですわ。僕は好きかも。ほんまに普通。麺はね結構固めですね。なんとも言えない。カレーの方が思った以上になかなかする細いっていうね。まあしっかりなんか人参とかじゃがいもとか肉とかもごっそり入っていい感じっすわ。具が入ってないタイプのカレーあんまり好きじゃないんですよ。カレー普通に美味しいじゃないかい。何に一番近いかって言ったら給食のカレーです。これは懐かしい味やわ。あなたの名前は何ですか？ユースコーラ。こんにちは。ありがとうございます。まあ日本の写真がたくさん貼られていてなかなかいい感じですね。まあね正直な感想なんですけど、ラーメンは下の中、カレーに関しては中の上よりの中の中って感じかな。まあ正直なところの感想です。まあ中の上でいいか。美味しかったな。具もごっそり入っとったし、おしっこしたいし喉も渇いたんでホテル一回ね戻りたいと思います。でフリーフードの上に大量のパンがある。実はさっきねパン1個ね食べたんですよ。そういうの貧乏バックパッカーからしたらほんまに嬉しいよな。朝ねこれねパン食べて他のね男の人おっちゃんにね言ったんですよ。一緒に食べようよこのパンって。いや僕はいいわってねみんな言った。食べた僕だけです。でもってちょっとね喉乾いたんでねお湯飲もうと思ってます。なんか黒いいろいろ浮いてるんやけどまあいいか。お湯飲みながら無料支給のパン食べるってなんかもうちょっと小じきみたいやな。一回休憩してから次の場所に向かいます。まあちょいちょいね休憩終わって街歩いてるんですけど、ところどころにこうやってね靴吊るされてありますね。エリアで言ったらリマのセントラルになるんかな。メルセイ教会っていうところにやってきました。なかなか思った以上に迫力あるわ。でかい。これは写真案件やな。これはね今まで見てきたね教会の中ではねなかなか新しいデザインですね。両端が白と赤ベースの色合い。次はねまっすぐ行ったらマヨール広場っていうのがあって、そこがでっかい広場になってるんですよね。なんかこの両サイドがねちょっとヨーロッパみたいな感じ、雰囲気ちょっとメキシコシティみたいな感じかな。はい、そんなこんなでマヨール広場に到着しました。コロンビアでいうボリーバル広場、メキシコシティでいうソカロ広場的な位置づけですね。こっちに見えるんがカテドラルですね。大聖堂、リマの大聖堂です。でこっちに見えるんが宮殿、あっちに見えるのが政府の宮殿で、
こっちに見えるのが多分市役所か何かですね。そんな感じで、こういうね大きな広場に周りにいろんなものがごっそりあるって感じです。2分ぐらいちょっとね写真スポット探したんですけど、いろいろまあここですね。写真撮るとなったらこの噴水越しにカテドラルを撮るみたいな感じの角度が一番いいと思います。知らんけど。ちなみに中入ることできるんですけど、ムセオって書いてるんで美術館みたいな感じになってるんですよ。ただ外国人30ソルです。はい、タイさん。なんかね、中入るのにお金かかるのはしゃあないとして、外国人ちょっと高いし、もう別にね30ソル払ってまで入りたいとは思いません。向こうにフランケンシュタインがおる。はい、次はバシリカですね。ディズニー映画に出てきそうな色合いです。はい、多分改装中のサンフランシスコ教会修道院ですね。なかなかでかい。それだけ20ソル払って中に入ったらこんな感じのものを見えるらしいです。20ソレス。高い高い。ようこそ。ようこそありがとうございます。名前はフリーダさん。フリーダさん、こんにちは。こんにちは。近くまで来ることはできたんですけど、まあね、この時間帯は中は閉まってるみたいです。夕方4時になったら開くのかどうかは知らんけど、なんかそんな感じのことを言ってました、おばちゃんが。いや、教会の中は入れんかったけど、修道院の中はお金払ったら入れる。ただもう別にね、金払ってまで入りたいと思わないんで、ちょっと次行きます。おばちゃんがずっとね、ようこそようこそって言ってました。まあなんか中途半端な観光地って感じですね。この大砲の上に乗ってね写真撮ったりすることもできます。ほんでもって次ね、僕が向かいたいと思ってるのがこちら、あそこのねカラフルな家々があるスラム街なんですけど、ちょっとね危険チックではあるんですけど、ちょっとあっちにね向かいたいと思います。で、あの上に十字架あるじゃないですか。あそこが一応観光地なんですよ。サンクリストバルっていうのかな。そこをちょっと目標に行きたいと思います。川を通り越してからね、ややね雰囲気もちょっと変わってきたんですよ。なんでね、ほんまにスラム街に入ってからはちょっとね気合い引き締めていくんで、あんまり撮影もできないと思います。はい、もうなんとなくわかるわ。こっからが入り口って感じの雰囲気がプンプンする。一人での撮影なんでね、マジでビビってスマートフォンで撮影できません。まあ今撮影してるけど、こっからがビエンベニード書いてるから入り口みたいな感じやな。まあこんな感じの雰囲気ですね。ちょっと上がったとこから見た景色は。そこ犬の糞踏んでもた。犬の糞がとりあえず多いって言おうとしたところなんよ。なんかちょっと野犬が怖いっすね。人が怖いっていうよりかはどっちかというと、それにしてもあんまり服とする違う。うわ、うなってるあの犬。怖い怖い怖い。マジでほんまにザ・スラム街って感じやわ。横幅も狭いし、ほんまに襲われるってなったら逃げ場マジでない。気泡、彼が前にいるので通れません。ギャンギャン置いてくるんで、おばちゃんがね出てきてくれてね、犬追い払ってくれたんですよ。なんでもってね、こっから先はほんまに気をつけろ言われて、なんか携帯取られるようになってめっちゃ、あと神様にお祈りされました。ちょっと気をつけないといけないですね、マジで。こう見たらだいぶ上まで上がってきた感があるわ。こんな感じの景色ですね。あ、モニュメントが見えてきた。あそこが頂上ですね。こっからはあんまり携帯出したくないな。こっちにちゃんと車の道があるってことはね、全然車で来ようと思ったら車で来れるんで、ほんまに景色見たいけど怖くて行けないっていう人はウーバーか何かで来てもええかなと思います。なんかちょっとよくわからんけど、ただ単にね景色が見えるだけじゃなくてね、そういうねお墓みたいなのがあったりね、十字架にもちゃんとした意味が込められてたりして、景色を見るためだけの場所じゃない気はしますね。警備員みたいなのが今一人いますね。もうここまで来たら勝ち戦です。もう心配することないわ。ちょっと解放された。さあ、ある程度ね見終わったんでね、堪能したんで、帰りもね同じ道をね歩いてね帰りたいと思います。てかね、こっちの車の道通っていったらね、全然怖い思いせんでもいいんちゃう？よう考えたら。まあもちろんこっち行くよねなんとなく気分的に。まあとにかくね、上にはそんなヤバそうな人とか悪い人とかはおらんっていうのが分かったんで、基本的にもう前に注意を向けて帰りたいと思います。やばい、ホームレスみたいなのがノクソしてた。ちょっと早歩きで退散しよう。後ろから追いかけられても困るし。
まだね若干の危険な感じは残ってるんですけど、とりあえずね下まで降りてきました。ちょっと緊張してたらね、自分がね喉乾いてることとか結構な距離を歩いてることって忘れるもんですね。ほんまになんか上から見た景色は流星街みたいな感じでしたわ。まあこれはこれでいい景色を見ることができた。よかった、生きて帰ってこれてよかった。フルーツをねここで購入しました。アボカドとみかんがめっちゃ甘かったです。こんな感じでグラシャス。ほんでもってフルーツ売ってる近くにもうめっちゃ靴がぶら下がってるんやけど、これ危険な香りブンブン丸やん。すげえ橋の上の屋台村って感じ。マジでもう日本で言ったらお祭り状態みたいな感じ。なんかもう日常の光景ってことなんやな。線路の上にある橋の上でいろんなものが売られてます。そしてまさかのナルト40巻。しかも個人的にナルトの40巻好きなやつやわ。デイダルとサスケの戦いのやつ。ちゃんとね芸術は爆発だって日本語で書かれてるけど、中開けてみたら思いっきりスペイン語っていうね、ところどころでもなんかカタカナの日本語があるな。人多いなここ。ちょっとねひったくりとかするとか気をつけた方がいい場所かもしれん。多分今日土曜日なんでこんだけ人が多いんでしょうね。ほんまに人が多い。徳島県でいう阿波踊りのね日みたいなもんやな、この人の量は。おおセクシー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 。スーパーサイヤ人の髪型みたいですね。男のおっちゃんねみんなに向かってはよ行け亀はよ行け亀はよ行け亀ってずっと言うで、俺も横で亀亀って言おったらおばちゃんがにっこり笑ってくれた。女性のためにこういうセクシーな服も売ってます。これがペルーの伝統料理ピカロネスですね。まあ通称ペルードーナツです。人多すぎてマジ疲れるこの通り。結構しかも続くなこれ。長心斎橋筋商店街ぐらい長いぞこの通りは。まあ大体見た感じでも分かると思うんですけど、バリオチーノっていう場所ですね。中華っぽい感じの場所、中国っぽい感じの場所で中華料理とかの店が結構あるような場所です。同様に向こうも人多すぎるんで行くのやめます。こっちに行きます。こっちも同様に人多すぎるので行くのやめます。もう動けません。チャンネル登録お願い、チャンネル登録お願いって皆さんに言ってますよ。ペルーのチュロスというものを購入しました。チュロというやつミソルですね。これが美味しいと評判なんでね、ちょっと一回食べてみたかったんですよ。昨日食べたチュロスはちなみにねそんな普通だった。そんなに店員のおっちゃんがねマハブランカ言ってて、マハブランカって何って聞いたらデュルセ言ってました。これのことですね。中に入ってる。うまいかどうか言われたらうまいけど、別にリピートしたいかどうかって言われたらそんな別にリピートしたいっていううまさでもないし、まあ揚げパンみたいな感じですね。揚げパンの中に甘いなんか蜜みたいなのが入ってるっていう感じです。チョコではない甘さ、蜂蜜でもない甘さに近いかな。メープルシロップかな、どっちかというと。なんか蜂蜜でもメープルシロップでもないし、もう一周回って色は蜂蜜のような色なんやけど、味はカスタードクリームのような甘さの感じがしてきた。どうなんだろうこれ、カスタードクリームの味。歩いてたら偶然ね宮殿のような場所にたどり着きました。宮殿の前には2匹のライオンが宮殿を守っています。とにかく広すぎる首都リマ。マジで広い。歩くの疲れたし、もう夕方になってきたんでちょっとね残りは明日にします。こんな感じでメキシコ同様靴を磨いてくれるサービスもねいろんな場所であるよ。チキチキチキ急いで急いでチキ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 急いで急いで。今日のね予定なんですけど、何をするかというとミラフローレス地区の周辺をちょっとね観光したいと思います。でまあ今多分この地区なんですよ。心斎橋みたいな感じかな、御堂筋みたいな。いやちょっとちゃうか。まあとりあえず着いたんですけど、今んとこなんか別に普通ですね。いやもうちょっと中心街に行ってみたいと思います。あ、難波か。難波の丸いってこんなんじゃなかった。いやもう覚えてないわ。難波というか心斎橋というかそっちの方のなんか雰囲気あるような気がするけどな、梅田というよりかは。まあそれにしても今日も時間がない。とりあえずねホテルねチェックアウト終わったんですよ。ホテル1900っていうとこなんですけど、まあとにかくねバランス良かった。ドミトリーの目の前にまさかのバス停があるっていうね、速攻だった。
うん、ドミトリーもねほんまバランスいいなと思ったな。とにかくだってトイレとかシャワーもちゃんとお湯出るし、広さも完璧やし、どこに関してもちゃんとなんかチェックアウトした後もバックパックを置くロッカーとかもそういう部屋がちゃんと用意されてあるんですよ。マジでバランス重視型って感じでしたね。女子バレーボール選手で言ったらもう結構前の高橋みたいな存在、高橋みゆきだったかな、高橋みたいな感じのもうホテル、もうバレーボール選手で例えたらね。まあでもあの頃のバレーボールほんま面白かったですね。バレーボールの話になるんですけど、世界最小セッターの竹下がおったり、プリンセスメグがおったり、大山かながおったり、センターとかだったらね、大友とか杉山がおって、リベロカオル姫だったかな、加納舞子とかもおったな。あの時のバレーボールは面白かった。男子バレーに関してはね全然面白くなかったな。あの時は男子バレーはほんま今が一番面白いですよね。石川祐希がおったり、高橋藍がおったり、西田有志がおったり、セッターもセッターでね、関田うまいし、まあでもバレーはやっぱりね面白いですよ。そんなこんなでバレーのことをね語ってたらね、到着しました。インディアンマーケット。ここでいろんなねお土産とかを購入することができる、民族っぽいお土産とかが結構あるのかな。はい、こんな感じです。うわーカラフルですね。こっちこんな感じのねお土産物がねたくさん売ってますね。ポンチョとか T シャツとかね。ほんでねおっちゃんがねさっきねブエンプレシオ言いました。金額安い言いました。さあ聞いてみましょうか。ケプレシオってね Está ese $9. 9 32 あそれトレン soles dólares. そらソレス Soles, 32 soles. トレンタイドソレスです。これ Todos さ los あ colores. 安いのか高いのか。 Una cosita. 100% コットンです。このね素材を結構自慢されました。その後サイズはどうするんだとか結構そんな感じでガンガン攻めてきましたね。もうこういう感じのねこれなかなかいいんちゃう。こんな感じお土産がねたくさん売られてますね。結構実用的で意外と安いかもしれん。マチュピチュとかレインボーマウンテン行く人はマチュピチュとかレインボーマウンテン行くときにこういうねああいうポンチョとかを買ってなんかその寒さに備えたらどうでしょうか。はい、こんにちは。マチュピチュにね行くことができなかった人もここの場所でマチュピチュを見ることができます。いや結構広いな。こうやってね休憩する場所もあるし、まあとにかくね今個人的にはねお土産いらんのでまあちょっと何も買わないんですけど、お土産とかを欲しい人はこの場所絶対いいと思いますよ。マジで広いし、ただ食品関係のもんとかはあんまり揃ってないけど、それ以外のもんはもうとにかく全部あるんじゃないかなって思いますね。個人的な感なんですけど結構値段ね安いと思います。ただ買うときになんか同じような商品を言ったらこの金額で探してるみたいな感じで言ったらもうちょっと値段は下がるんじゃないかなってね思いますね。反対側にもあるっていうね、広すぎるやろ。まあとにかくちょっと次のスポット行きますわ。いやマジでねこの周り結構お土産物売ってる店多い。はい、まあザ観光地って感じですね。こうやって公園があって周りでねこんだけ映画たくさん売られたりアクセサリー売ったりと、そういう感じのザ観光地って感じ。なんか色使いといいウォーリーを探せみたいな絵を発見しました。でまあ先進むんですけど、この公園がなんか6月7日公園っていうらしいんですよ。で6月7日公園を進んだ先に結構綺麗な花があったり、こういうね教会みたいなのがあったりで、この先にもう一つ公園があって、その公園がケネディ公園っていう公園、何が有名なのかとかいいのかは分からんけど地元の人がそこの公園を推してました。ケネディ公園は行けよみたいな。はい、パルケ・ジョン・ F ・ケネディ到着しました。猫がたくさんおる。そして周りにカフェがある。公園自体には特に何もない。子供が遊ぶ場所とかはあるけど我々に得するようなものは、楽しめるものは何もない。ただあるのは猫の家だけ。こっちにも猫の家。なんかカプセルホテルみたいになってるなあれ。誰かミラフローレスの楽しみ方をね教えてくれ。それを教えるのがこのチャンネルだったか。いやマジでペルーとは思えんぐらい大都会っすね。ほんまにショッピングとか綺麗な街並みを堪能する場所って感じですわ。こういう街並みとかね。うおー大都会って感じですね。この綺麗なマンションの数々、でちょっとね海辺に向かって歩いています。
海辺の景色もね結構綺麗って評判なんで、ちなみにまたしょうもないこと言うてるとか思わんといてくださいね。この通りマンコカパーク通りです。はい、アモール公園っていうところにやってきたよ。男の人と女の人がねぶっちゅーって抱き合ってる。なかなか生々しいな。はい、海岸沿いにやってきたよ。この海岸沿いをコスタベルデって言いますね。で、あそこに見えるのは島セレンソ島かな。コスタベルデ、こんな感じの雰囲気。まあなるほどなーって感じの海沿いの雰囲気やな。まあ曇ってるんでそんなね景色もバッチリね綺麗とは思えんけど、まあなかなかペルーでは見えることができない景色なんじゃないでしょうか。太平洋広いねって感じですね。まあね、海を見ていたら結構みんなサーフィンしてるし、海岸沿いはチャリね乗ってる人も多いし、釣りしてる人も多いし、結構みんなアクティブですね、こう見たら。で、次はねだいぶ向こうになるんですけど、多分 3km ぐらい離れとんかな、バランコっていうところにちょっと行きたいと思います。ちなみに目の前太平洋なんですけど、この角度日本でもオーストラリアでもなく南極です。うお、なんかすごいな、断崖絶壁におるって感じがするわ。これ普通にこう見たらアウトレットパークみたいな感じになってるし、なんか気分はリンクタウンみたいな感じやな。それにしてもね、海岸線ずっと歩いてるんですけど、ちょっと歩いたら写真スポットがあって、ちょっと歩いたら公園があってとか、どこやかしにいろんなものがあるんで、歩いてても全然飽きないと思います。家族連れで歩くのも楽しいし、カップル同士でデートするもね散歩にもなるし、ショッピングもできるし、美味しい食べ物もね食べることもできるレストランとかも結構あるんでね、全然楽しいと思いますよ。これは日本食料理屋さんなのか。店名大谷、売れそうな名前やな。目的地のバランコに到着したんですけど、僕が行きたい店はまだだいぶ先なんですよね。結構歩かなあかん。ほんでもっていびつな形したマンションやな。ここにも日本食料理屋さん、ラーメン屋令和、最近できたお店なんかな、令和っていうあれなんで。日本食料理屋さんってネーミングセンスなかなか面白いですよね。バランコの繁華街やってきたんかな。ちょっとなんか建物が綺麗な感じになってきたっすね。まあそれにしてもカラフルだね、綺麗だねとしかなんか感想が出てこないような場所って感じ。メキシコでいう雇用和感的な感じになるんかな、雰囲気的には。今日だけなのかどうかは分からんけど、やたらと犬を連れたね人たちがこの場所におる。ペットと一緒にペルーに来た人はこの場所に来るのが一番。昼の2時ぐらいなんですけど、リマに住んでるペルー人がおすすめするペルー料理じゃなくて、まさかのリマに住んでるベネズエラ人がおすすめするベネズエラ料理、まさかのベネズエラ料理、そこをねちょっとね行ってみたいと思います。いつ何時情報収集を怠らない友宗やワラスで出会ったベネズエラ人から聞きました。そのベネズエラ人、ベネズエラから歩いてリマまで来て今リマに住んでるらしいんですよ。移民みたいな感じなんかな。でその人がここのベネズエラ料理はほんまに美味しいって言ってたんで、あえてのベネズエラ料理に挑戦してみたいと思います。ほんでその人が一応僕ペルー料理のおすすめの店はどこっていうのも聞いたんですよ。そしたらこのコスタベルデ海沿いのルスティアだったかな、そのお店を押していました。はい、このお店ですね。なぜかね店名のところにカバーがかかっている。行ってみよう。もう名前忘れた。なんとかとリモネードを混ぜたやつ飲みたいと思います。うまい。なんだろう、タマリンドみたいな感じの味なんかな。ちょっと美味しいですね。まずはこれを試してみってね店員さんから言われたんでね、これをちょっとねつい購入しちゃいました。中はこんな感じになってます。空洞やけどチーズがちょっと入ってる。うまいマジで何もつけんでもそのままでいけるパン素材本来の味がすごい際立ってるわ。これアップルパイみたいな感じのね味なんですよ。アップルパイの生地みたいな味で、これをねつけて食べたらジャンキーな感じの味に変わる。メインプレートやってきたっす。バナナの上にチーズがかかってて、これがアボカドで、これがね肉フリホール
で卵、ご飯って感じですね。うまそう。チーズがかかってるんでちょうどいいしょっぱさで、バナナもね、あんなねウカルパのね田舎で食べた硬いバナナじゃなくてちょうどいい柔らかさ。食うのに集中します。ごちそうさまでした。なるべくね細かくね感想を言っていきたいと思います。まあ美味しかったです。なんていうんかな、多分ね、でもね日本人からしたら米とアボカドと豆と変な形状の肉とバナナ、しかもバナナの上にチーズ乗ってるじゃないですか。ああいうの慣れてないと思うんですよ。なんでなんとも言えないですね。ただ僕ね食べたけど個々のね食材結構美味しいんですよ。豆も美味しかったし、もちろん目玉焼きも美味しかったし、店の雰囲気も悪くないし、まあ料理とかも美味しいし、まあ全然ね悪くないけど、わざわざペルーに来てまで食べんでもいいかなっていう正直な感想ですね。ペルーに長く滞在してちょっと違うもん食べたいなって思った時に、ああいうベネズエラ料理のお店に行って食べるのはあり。同じ値段でペルー料理食べたらペルー料理もねかなり美味しいの食べれると思うんで。以上、一つ有能な言葉を皆さんにね教えます。ベネズエラ人に対してママウェボって言ったら結構ウケますよ、ほんまに。最後にねベネズエラ人の男の子がね、でどんでレースみたいな、ハポーンって聞いてくれたんですよ。どっから来たのみたいな。ハポーンって言ったらありがとうって言って、ほんで僕はママウェボって言ったらめっちゃ爆笑してました。ママウェボはなんか日本語で言ったらまあ言ったら汚い言葉なんですよ。汚い言葉とか悪い言葉なんで、あんまりね目上の人に対して使う言葉ではないけど、若い子同士で使ったら結構みんな爆笑してくれますね。でベネズエラ人じゃなくてもラテンの人とかは結構ねママウェボね知ってる人多いです。マジ最悪や。もう気がついた頃には遅いな。なんかちょっと高いな思ったんですよ、ベネズエラ料理の請求。だいたい基本的にチップって 10% じゃないですか。で、DS ですって言ったらチップ入れない請求が38ソルだったんですけど、10ソル追加されて48ソルになっとった。実質チップ 30% ぐらい払ってる。マジで最悪。うわーって感じですね。まあどうでもいいことっす。たかが400円ぐらいなんでね、それぐらいねパッと払ったるわ。はい、動画ご視聴ありがとうございました。ペルーのね首都リマどうだったでしょうか。ペルーに飛行機で来る人はリマに到着すると思うんですよ。だったらリマで遊ばざるを得ないみたいな感じになると思うんですけど、多分僕ね1泊2日くらいでいい気がするんですよね、正直な感想。もっとねペルーって他の都市でいろんな魅力的なことがたくさんあるじゃないですか。まあそれはねいろんな動画で僕もね紹介する予定なんですけど、バックパッカーもそうですけど、多分リマのああいう綺麗な街並みの景色とかって見飽きてると思うんですよ。で僕は個人的にですよ、サンクリストバル登ったじゃないですか、スラム街ファベーラ、ああいう景色を見るのが僕はね結構好きなんで、日常的に見れる光景じゃないんでね結構しびれましたわ。他はなんかもう皆さん自身でねここいいなと思ったら行ってみてください。では終わりです。今からの皆さん最後まで見てくれてありがとう。次回ともそやチャンネルペルー動画7つ目でついに来ちゃいました。皆さんご存知ペルーと言ったらあの場所マチュピチュ。自分で調べるまでほんまに知らんかったんやけど、マチュピチュ行くのマジでしんどすぎる。その一部始終を動画にしてみたので、マチュピチュからのヨーロピチュー。